これを聞く限りは、要するに矯正しても戻るということは、歯科にはそういう考え方がないんだけど、僕は歯科医師の指導を長くやってきたけど、結局戻る原因があるということだね、考えればそうだよね。だからその戻る原因を見つけることと、これは歯科では分からないんだよね。でその原因を何とかすれば、じゃあ原因がなくなるから、じゃあ本来の位置に戻るということをするのか、本来の位置に戻る、1、2、3、4、5、本来の位置に戻るのは 50%。体のいろんなトラブルは全部脳でキャッチできるから、だから感覚が前頭としているのを戻したいという場合は、科学が前頭する原因があると、でそれを脳がキャッチするはずだから、じゃあそれがどこか分からないけど、脳のそれをキャッチしないようにというふうに脳にやるわけ。そうすると理由がなくなるから、科学が前頭しているのが理由がなくなるから元に戻ってくるわけで、君の場合には 50% って言ってるわけだけど、でそれを原因を取るから50は良くなるけど、あとの50は君が続けていってある期間やればやる必要がないじゃなくて、やってないんだね。ずっとやってないことなんですね。それをやり続ける5年、10年、20年ずっと続けてれば、それは100の状態で持続できるんだって。やらないとやっぱり50に戻るんだって。だから原因があって50良くなるとやって、あとの50はだからそういう形で生まれてきたんだよね。50% はいい状態の 50% だからその良くない状態で生まれてみたいね。歯科では同じように考えたけど、その歯列と顎のことをね、僕は歯列と顎の関係別なわけ。顎は変わらなくて歯列を良くすることができるわけ。動かすことは。ここの位置を。顎をこのままでね、変わることもできるけども、当然一生もできるわけだけど、歯科ではこれがワンセットに考えてるから、だからその君が言ってる噛み合わせを良くすると顎を引っ込めるということっていうのは、噛み合わせが良くなると顎は 50% 良くなっても顎は前に出るって。で100になると顎は正しい位置よりは少し引っ込むとね。だから噛み合わせが良くなると、もう顎も君が気をするような位置にはなるんだろうね。じゃあ今度は右のお皿、足の皿を足楽、これ YouTube 見たみたいに足楽にして、違いますね、最初とだいぶ違う、今 8割。今度左手は左の膝蓋骨を前に、足の下の方にと同じ方向ですよ。で右の上顎は前に押すことで出てくるわけ。でも左は下顎は前にやることで引くくるわけ。これ全部後ろで違うんだよね。で君の場合ではだから逆だって、左は前に押してね。そうすると下顎も下がってくる。上顎は前に出て下顎も引こえてくるわけ。違います、結構奥は当たってこない。いや、当たってきますね。当たってきた。当たってますね。当たってる。全体が噛めるようになってだからこの訓練してどんどん速くすると、噛む時には全然影響を受けないと、っていうのができるし、普段からとにかく下顎を引っ込めたい、上顎を前に出るということでしょっちゅう訓練してると、多分原因はなくなってきますよ。だから5割は戻っていくんだよね。戻っていく。それと訓練していけば、さらにあとの5割はその方向に行くと思うよね。すごい違いますね。上顎は OK だけど、左下顎は
見せるんだよね、脳の中はね。であんまり変わってない、でも亀ってる感じしますね。そうでしょ、変わ変わった鏡で見ると変わってないんですけど、うんでも自分の脳はね脳が脳はそうなる変わってとますね。後からそう変わってくる。はい。で手術はあくまでその場で分かるようにっていうふうに考えるから無理やりやるでしょ、はい。これは脳が先だから、はい。今度は脳がそうなっていれば体全体の中でそういうふうに持っていこうとするわけで、そういうことだけなわけです。白い脳がでそれは本当でしょ、うんでもね、だから脳の中で先に起こるとあとは脳に従って体が変わっていくわちょっとずれて反応がそうなのけで、体を変えても脳が変わってないと、だから体は手術したりして変わってるのにまだ変わってないわけ、はい。だから良くなってないと脳は認識するわけ。それが時間経っていると脳がようやくキャッチするわけ、ずれるんだよ。で今脳で噛めてるということは、はい。その状態が続けばいずれは噛めるというこあと。でも前歯を見てもやっぱりこうかぶさってきてるよね、セッターじゃなくて、完全にかぶさってんじゃん、はい。ねえ反対方向じゃないです。反対方向なってないよね、なってない。セッターでもない。セッターでもないよね、いいじゃん、どれぐらい99.9ぐらい。あと左上が本当にあと少しくらい。今とそんなに戻らないです。あそう左上だけですね。がはい開いた感じ、はい、入れた。周りはすごい頑張ってます。はい。これが少し戻ったとしても今やったことは脳でねやらなくて今やってる、そこをやってる、やってると意識するんです。はい。そうやってなくても、はいっていう訓練するわけ、脳にこう、うん言い聞かせるじゃないですか。そうそれをどうしたらできるのかという、これが勉強ね。あこれができるといろんな分野で使えるわけ。これは仕事の面でも人生の部分でも人間関係でもどの分野でも、あ。はい。だから脳の、だから毒脳って言って、まあ、脳の情報を読むということだけど、同時に脳をコントロールするっていう本当の本来の目的があるわけ、目的は脳の情報を読むことだけじゃなくてコントロールすることこそが大事であって、そうですね、今までいろんな病院に当たってこう何かすっきりしないところがあったんですけど、それをこうやっぱ脳の情報を読んでいくことでこう解消された感じがすごいあったんで、それをこうもっといろんな人に知ってもらいたいなと思うのと、自分も知りたいなと思いました。なるほど。はい、もうやっぱ99% ぐらいやっぱしっかり噛み合わせてる感じがしてました。はい、自分でできるようになっていけたらいいなと思います。あ、わかりました。はい。だから人の役に立つことをしたい、求めることに対して答えない。